セラモンはこの部分が長い。雰囲気が全然違ってきます。全然違う。全然違いますね。足だけが長くなってる。肩の幅が結構男性っぽいな。男性っぽい。そこまでリアルにするとスタイル良くないロリータ界ではダメですけど、パニーをよく見えるようにしましょう。プロポーションリアルじゃないけど、一応ちゃんと歩けそうですけど。魔法少女の世界へようこそ。今日は魔法少女の体と可愛い変身するので、変身姿も含めて教えてもらいたいなと思いますので、やってみましょう。日本人が特に気にしてるところなんですけど、はい、その頭と体の比率、はい、これが 2頭身、つまり1、2。頭の大きさに対して体の高さが頭2個分。チビキャラクターはそう、これチビキャラクター。普通の人間は基本的に7か8とですね。結構1、2、3、4、5、6、まあ 7.5 がバランスの取れた感じ。例えば日本の部屋は畳の大きさで数えるんじゃないですか。で、人間のキャラクターは等身ですね。そう。レオナルド・ダ・ヴィンチが言ってたんですけどね。でどこまで参考できるかわかんないんですけど、だいたい8頭身が理想的らしいんですね。そうですか。だけどアニメにはなかなか出てこない。そうですか。リアルすぎて8と2の間には絶対なると思います。でしかも子供は基本的に5頭身。これが大人だとなんか小学生中学生大人みたいな。そうですね。これが男性っていうのもあるので、女性の大人でもここまでかもしれない。もう自分の頭と体の大きさを測りたいですけどアニメから結構変なデザインがいっぱいあります。セーラームーンだって足がすごいですよね。そう、足が長いので頭も大きいんですけど、足もすごい、特にアニメよりも漫画の方ですごい、もう特に少女漫画に多いんです。結構足が長かった。セーラームーンはなぜか太ももが短くてこの部分が長い。服なしで描くとすごい変な体。普通の人間は足とというかお尻まで真ん中ですけど、アニメキャラは足が長い方法です。でそれで結構スタイルが決まったりしてます。今逆に若干リアルな感じですけど足を長くした方が少女漫画っぽい。わかります。逆にこの足も大変だよ。描き方はちょっと恥ずかしいんです。恥ずかしい。この頭の大きさで描こうと思ったらもうここまで描いてしまうので、ちっちゃく描かないと、こういう感じで描くとだいたい足が長いみたいな感じ。はい、なんかプリンセスっぽく膝がすごい小さいのが多い。あとヒール、普通に、こっちにもありますけど、雰囲気が全然違ってきます。スカートで全部隠すとスタイルが良くなくなる見えた方が細さが分かるんですけど、若干膝の上でロリータのルール守りながら、ギリギリでここをレースにすれば、半透明にすればいいですね。それもありですね。今ドレスをまっすぐ描いてるんですけど、基本的に1、2こういう感じで描くとちょっと膨らんでる感じ。かわいい。フリフリ。極端的にもこれまっすぐにすごく細くすることで全然リアルじゃない優しさがなぜか。でもその分はこっちはプリンセスっぽくふわふわな眉よくある。これを狭くすることによってこれは広くできるっていうのもあります。腕の長さはやっぱ長い方がいい。で柔らかい、つまりここはちゃんとリアルじゃなくても柔らかく、アニメにはなかなかないと思うんですけど、なんとかイラストみたいな、これが いろんな可愛いがあるんですけど、エレガント目指すんだったら手腕足が長い方が、ちょっと長すぎるかもしれないんですけど、じゃあ足長く腕細く、つまり大きいものをさらに大きくする、細いものをさらに細くする、全部強調す
することによってスタイルがはっきり。でもセイラのバストもちゃんとあるからちょっとだけ彼女にバストあげようか。17歳なので。正面だといくらバスト大きくても見えないんで、ですね。なんかそうですね、その横から見た時に少女ではあんま見えないですね。で今細くすることですごい弱い人形みたいな感じ。おー、確かに。プリップ。みんな人形になりたいんですもんな、ロリータ。なので、でも戦えるのかいって感じになっちゃうんですね。ギャップを作りましょう。柔らかく描くのがポイントですね。このスタイルでいいのかってまた別ですけど、正直今思いついただけです。なので今さらにさっきの落書きよりは細くしている。もっと細くなりましたですね。今後人間になさそうな細さですね。顔に合うような体作らないといけないですね。こんなに物が多すぎると、漫画を描くときに体が小さいので、こんなに物がいっぱい詰まってるとゴミみたいに小さくなっちゃうので、はい、見えないので、もう少しシンプルに しないと多分描けない。描けないというか、描いてもあまり意味がない。綺麗には見えないんだ。なるほど。なので、ここウサギか、ここドーナツで4個だけにして、でウサギとかドーナツ別のとこでもう少し分かりやすくした方がいいかなと思います。なるほど、分かりました。じゃあこの顔のままでどの体のプロポーションならもう少しバランス取れるかやってみましょう。みんなちょっと頭をギュッと横にして頑張ってみてください。後で戻してみせますので、もう少しリアルな体にはなりますね。はい。17歳ということで結構背が高いと思いますね。さっきよりは。ちっちゃい方でもいいんですよ。なんかちびちゃんのこれはリアルな17歳かと思うんですけど、元の絵よりは結構長くなっていますね。ダブルになってます。でこのリアルよりは足を長くするっていう手もありますね。彼女はちびちゃんだったらどうですか？ちびちゃん三頭身とか？それはちびすぎるかな。なんか小さい、ちょっとそこまで背が伸びなかった17歳。じゃあもう少し小さい。ちょっとずれますこんな感じ？これなんか元気でいい感じですね。これ結構さっきと比べると全然違う。全然違いますね。これがちっちゃいの17歳で次のはもう本当に姉さんになった時。大学生とか。これは足だけが長くなってるので、そんなすごい大人になってるわけでもないかな。本当ですね。肩大きいんですね、私。肩の幅が結構男性っぽいな。男性っぽい。足が太かったんですね。ちょっとごついロリごついやりそうだ。リアルではあるんですけど、そこまでリアルにするとあまりスタイル良くないでドレスはやっぱりここまでにするとできなくはないですね。でもなんかその元気さもちょっとなくなるんですね。結構子供っぽくなってるので、子供に長いドレスを着せると小人に見えてしまう小人膝が見えるようにした方がいい。さらに普通のロリータよりパニエがいっぱい方がいいと思う。不安感じがちゃんともう開ける。でかい。いいですね。かわいい。それでもちゃんと位置をスカートの位置上にするとスカートの長さが強調されてロリータっぽいですよ。ロリータ界ではダメですけど、パニエをよく見えるようにしましょう。
ああ、なるほど。パニエだと言わないフリルにしましょう。シンプルだけどつまらないという意味ではない。例えばよくあるんですけど、例えば拡大した時もう塗ってある部分まで細かいやつを描いてすごい綺麗なレースとかの描けばいいんですね。だからシンプルですけど拡大した時もすごい綺麗に上品な感じでも描けたり、まあアニメでよくやるんですけど、イヤリングがあった時に小さいやつですけど拡大した時のデザインをやっぱ大きさによって見た目も変わるっていうこともありますね。まあ、特に小さいアクセサリーは一旦もうこんな感じでどういうものなのか、一応自分は理解してかけます。アップでもどんな感じになるを考えた方がいいってことですね。そうですね。まあ重要なものだけでいいですけどね、まあ可愛いといえば可愛いんですけど全然雰囲気が違います。本当ですね。こうやって体のことで変わるって知らなかったです。顔がないですね今。はい。服だけにしますね。これ忘れましたね。アリスっぽいやつ。適当。という感じですね。どうやって大きさを覚えますか？真ん中の線はどこにあるかまず把握した方がいいですね。あと頭何個分と分かるとやりやすかったりしますけど、これ半分半分にするといいですね。あと足別に膝が基本的にアニメキャラだと膝が上の方、特になのでこれが余計に長いので基本的にこれが真ん中で膝が普通より上、半分半分にして、でこっちは半分よりちょっと上、3分の2みたいな上にすることでさらに足が長く見えるんで。なるほど。ウェイストベルトみたいな感じも上にすると足が長く見えちゃう。あんまり細すぎずで良かったです。これめちゃくちゃ細いです。戦ったら足が折れちゃう。戦えない。でもいますよ。お邪魔女ドレミというアニメはこういう感じの柔らかいですね。超細いデザインです。プロポーションリアルじゃないけど一応ちゃんと歩けそうですけど、次回はミカタとテキを持ってきます。よろしくお願いします。みんなもぜひ魔法少女の世界楽しんでください。続きはまた今度です。